字幕をオンで動画をより楽しめます。ぜひオンにしてください。皆さんこんにちは、はまじチャンネルです。前回はですね、私の持ってるハイエースの上にですね、ルーフテント、スカイキャンプというルーフテントがあるんですけど、そちらを寒い中12月でね使ったらどうなのかっていう検証動画を上げたんですけど、今回はこちらでん、ノートパソコンであったりパソコンを使われている方非常に多いと思います。でそこでよくあるのが、私もそうなんですけども、動きが遅い、だんだん使っていてデータがいっぱいになってくるとどんどん動きがもっさりとかしてイライラすることがあります。でそこで皆さん知ってる方はいると思うんですけど、知らない方も多いと思いますので、ちょっとそれを今日は情報共有していこうと思います。で簡単にできます。今はこういうですね、皆さん SSD って聞いたことありますかね。通常今まではですね、ハードディスクっていうものがこうノートパソコンの中に、ノートパソコンであったりとかパソコンの中に入っています。実際にものを見てもらうとこういうものなんですよ。これがハードディスク、こういうものがパソコンの中に入ってるんですけど、これの今すごく早いのが SSD っていうモデルが出ています。結構前からあるんですけどね。でそれに変えてあげると動きがもう劇的に速くなります。ものすごく速くなります。小学生 100m と本当に社会人 100m ぐらい本当に速度もう全然違います。立ち上がりも違うし、インターネットを見るのも違うし、例えばワードやエクセルの立ち上げとか操作感も全然変わってきます。なので今日はそちらをちょっと紹介していこうと思います。ハードディスクはこちらのクルーシャルっていうところの SSD ですね。240ギガのものになります。でお値段はね、もう今すごく安くて、これ Amazon で買ったんですけど3850円でした。これがね、はい、すごく安いです。でこちらのハードディスクを入れるケースっていうのがこちらのオリコっていうんですかねのケースですね。これコードがついてて899円でした。はい、これを使ってちょっと今からね、実際にノートパソコンのハードディスクをこちらの SSD に変えてですね、高速にパソコンが動くようにしていこうと思います。じゃあ行ってみよう。子供の心を忘れずに風を切ってゆけ。僕らポンコツライダーズインカムをつないで、走れ走れ走れ、道が続いてく限り走れ走れ走れ、なす尽きるその時まで。それではですね、このノートパソコンを SSD に、変えていこうと思うんですけども、まずはこのパソコンの中身のハードディスクに入っているデータですね。オフィスであったりとか、もうそのままの OS ですね。全部をまず変えない、こちらの方に SSD に移さないといけないんで、それをこのケースを使って移行していきます。これまずもう開けるとですね、こんな形で、こことこのハード SSD のここがちょうど合うような形になってるんで、これをはめます。ここにねはめて、ここキュッとすればもう簡単に収まります。でこれをまた蓋をして、もうこれだけ。であとはコードが付属でこういう風についているんで、コードを挿していきます。できればね、ここが青色で、ノートパソコンもこの青色の部分がこうあったら、ぜひ青色の部分に挿してください。の方がね、高速でデータをやり取りできるんで、早く、こっちはね、青色じゃないんですけど、こっちが青色ですね。こっちの方に挿したらデータが高速で移行するんで、早く作業が終わりますね。はい、こんな感じです。これで準備 OK。ハードディスク、先ほど SSD を入れただけでは、パソコンの方のこの
PC にはこう何も出てきません。なので、この左下の、この PC ですね。はい。のところから右クリックをして、管理というところを選択します。でそうすると、こういう画面が出てくるんで、ディスクの管理っていうところがありますんで、こちらを選択するとですね、新しいハードディスクとか SSD がある場合には、初期化をしてくださいっていう画面がこう出てくるんですね。でこれを OK してあげると、データを移行したりとかするようにできますんで、ここまでをまずする必要があります。はい。で、今回はですね、こちらの EaseUs to do Backup っていうところのソフトを使って、こちらの今パソコンの中に入っているハードディスクからこちらの SSD にまずはデータを簡単にですね移動をしていく必要があるので、ちょっとやっていこうと思います。で、この有料版と無料版があるんですけど、今回無料版で全然いけますんで、はい、こちらでいこうと思います。はい、こちらを押したらね進みますんでね。そしたらこういう画面が出てくるので、もう実行をしてもらえたらいいと思います。じゃあこれもね、はいにしてあげてください。で、日本語ですね。そしたらこのような画面が出てくるので、ワンランク上のバージョンでより強力な機能を楽しみとあるんですが、もうフリーバージョンでもう全然いけますんで、もうここはね、次へ押してもらったらいいです。で、同意をしてもらって、はい。ここの工場プログラムに参加とかも必要ないんで、もうこういうのはチェック外してもらっとったらいいと思います。はい。で、今このインストールをちょっと待つという形です。はい。それではですね、インストールが終わりましたんで、こちらね、実行するっていうのもチェック入ったままでいいんで、もうこれ完了を押します。はい。ではやっていきます。こういう画面がね、はい、出てきます。で、ここの画面からでは SSD の、することができませんので、この左の方にですね、この下の方に、クローンっていうのがあります。ここをね、選択してください。そうすると、こういうふうに、今このパソコンの中のデータが、どういう感じになってますよというのが出てきます。はい。で、これはもう全部、OS が入ったりとか、Office が入ったりとか、写真とかいろんなデータが入ってると思いますんで、もうここ全部選択していただけるといいと思います。で、これで次を押してください。そうすると、こういう下にね、こんなのが出てきます。これが、ここの言う SSD、これですね。これのことを指すんで、ここをこっちに移行しますよということですね。ターゲットと言い方するんですけど、これチェック入れます。そうするとこの左下にね、高度なオプションっていうところがあります。そちらをちょっとね、まず選択していただくと、この上にね、SSD に最適化というチェックボタンがね、入れれるところがありますので、そこをね、チェック入れます。はい。で、これでね、OK を押してください。はい。で、そしたらね、次へを押します。そしたらこの上の部分がもともとノートパソコンの容量に対して下のターゲット SSD にちゃんと容量が入るかどうかみたいなことですね。はい、全然入るような感じなんで実行を押してあげると。でそしたらもうあとはもう待つのみ。でこれは人によってそのデータの容量とかも違いますし、パソコンのスペックも違うんで時間はかなり違います。はい、終わりました。時間ね早かったですね。50分で終わりました。でここをね見てもらったら、ディスククローンが正常に完了しましたというふうになっていたら、無事できたんで、ここの完了を押していきます。でこれでとりあえずこちらの SSD にこちらのノートパソコンの中身がとりあえず全部移ったという形になるんで、こちらの中の SSD と実際にこの中に入っているノートパソコンのハードディスクを交換の作業を今からしていこうと思います。はい。で、今度は、もう今これ取り外しちゃったんですけど、こっちのケースから、もう簡単に取れます。引っ張ったらね、この SSD を取り出して、ノートパソコンの方にはめ込んでいこうと思います。ノートパソコンによって、その後ろは違うと思うんですけども、大体わかります。このサイズ的に、ここにはまってるのかな、みたいな、こう、ネジで2箇所とかで
このノートパソコンの場合はあるんで、2箇所ね、こことここを取ってあげると、はい、こんな形でね、ハードディスクが見えます。で、これも全部ドライバーでね、ここ止まってるんで、これを取っていく作業に入っていきます。ちょっと硬いんでね、電動ドライバーでもいっちゃいます。そうするとここのね、カバーが取れますんで、そしたらここのハードディスクが見えます。そうするともうこうね、ここはまってるだけなんで、これを左にね、こうキュッとすると、このハードディスクは取れちゃいます。で、ここですごくいいのが、取ったハードディスクを、またね、こういう、この先ほどのケースに、こうまた挿しますよね。はい。で、このカバーをまたこうすれば、外付けハードディスクとして中身のハードディスクをまた再利用することができますんで、ビデオを入れたりとか、写真を入れたりとか、することができるので、そういう意味でもものすごくおすすめだと思います。では、ここ、空いたところに、今度はこちらの SSD を挿していきます。こういうケースもあります。先ほどとはこのハードディスクのサイズは一緒なんですけど、ここにね、このアルミの、鉄製のこういう、厚底みたいなのがあって、これを外そうとすると、普通のドライバーでは外せない形なんですね。なので高さがちょっとね、こう違うんで、ここがこう、パカパカしてはまらないという場合があります。もうその時はですね、まだ別個の部品を買ってもいいですし、最初ここにね、こう入っていたもうここに先にネジを止めてあげて、そうするとここにすんなりこう入っていくんで、そういう形でもカバーできるかなと思います。はい、こんな形でね、上のプレートとこうくっつくことができました。で、あとはここにですね、こうキュッと、じゃあそこまでいかないんで、グッとこうはめ込めます。はい、OK。そしたらまたネジをね、こう止めていきます。あともうどんどん止めていくだけです。これで SSD に交換と、このハードディスクを取り出して、外付けハードディスクをこう作り出すことが、はい、できました。ふっと。で、こっちのハードディスクはね、まだ初期化すれば、はい、またね、全然使えます。はい、OK。じゃあちょっとね、立ち上げてみましょう。これで無事立ち上がれば、成功といった形になります。はい、こんな感じで無事にね、立ち上げることができました。で、ちょっとね、SSD に変える前と速度のね、ちょっと違いを測ってないんですけども、明らかに早いですね、立ち上がりが。早い。インターネットとか立ち上げるのも早いですし、全てのね、こうソフト、はい、をやっても何をしてもやっぱこう早くなるので、すごくいいです。大成功。はい、ということでどうだったでしょうか。意外とですね、時間としては作業してる時間でいうと3、40分かなぐらいはかかるんですけども、業者にこれねお願いすると結構取られます。ハードディスク代と作業料で3万とか4万円ぐらい相場だったら取られるんですけど、自分でやるとですね、容量にもよるんですけど、今回は SSD 代が約3800円で、こちらのケースが800円の900円なんで、トータル5000円いってないんですね。それで自分でやったらパソコンであったりノートパソコンがめちゃめちゃ高速になるんで、これぜひ皆さんパソコン動きがねちょっと遅いんだよなっていう方はぜひ、動画を参考にしてされたら誰でもできます。結構本当にものすごい簡単です。ですごくいいのがこう取り出したハードディスクをですね、その購入したこの800円900円のケース、これを使ってまたこう閉めてあげると、外付けハードディスクとして使用することができます。外付けハードディスクも買ったら高いんですよ。5000円とか1万円とか。それがタダで手に入るっていうことで、こ
そういうメリットもあるので非常におすすめなのかなと思いますんで、もしですねパソコンちょっと動きが遅いな、外付けハードディスクも欲しいなという方はこういうのをね SSD に交換するっていうのもものすごくありなんじゃないのかなと思いますんで、ということでじゃあね。